こんにちは、トバログです。やっと来ましたね。こちら、ここ最近ね、買ったガジェットで予約注文してすごいね、待ってたものなんですけども、GPD Win 4がやっと届きました。嬉しい。本当はね、ゴールデンウィーク明けに届くみたいな予定だったんですが、ちょっとね、出荷が早まったみたいで、ゴールデンウィーク前に届きました。これゴールデンウィークで遊べるの最高ですね。見た目がね、本当に PSP と Vita を合体させたような形をしていて、しかもね、これすごいのがスライドするとちっちゃめのね、ブラックベリーみたいなソニーのバイオタイプ U みたいなね、そういう感じのキーボードが出てくるっていう、見た目は本当にゲーム機なんだけど中身は結構ハイスペックな PC というねガジェットなんですね。これはめちゃくちゃ面白い。しかも M2MacBook Air に勝らずとも劣らないスペックを搭載しているので、これがね本当に楽しみです。というわけで早速開封していきたいと思います。めっちゃワクワク。よいしょ。はい、というわけでこちらが GPD Win 4のパッケージですね。GPD Win シリーズはね、初代の GP Win と GPD Win Max 2021っていうのを使ってきたんですけども、その感じのね、パッケージをずっと踏襲している感じです。高級感があるような素材感ですね。というわけで今回はね、GPD Win 4の本体と、これ LTE モジュールですね。4G LTE が使えるようになる SIM が刺さるモジュールを買っています。早速開封していきたいと思います。久しぶりのねこのガジェットの開封の楽しさですね。アナログポケットぶりぐらいの開封のワクワク感があります。そして今回はね天空っていう代理店で購入しているので保証書がついています。1年間中国語で書いてあるこの内パッケージを開けると、ついにお目見えできました。これが GPD Win 4の本体ですね。コンパクトだな。これが結構 PC っていうのはなかなか信じられないですよね。すげえ。重印。意外と重たい。これはなんだ？これはなんかシート、保護シートで、その下に、すごいこれ。すごくないですかこれ。これが PC とはね、夢にも思わないような形状をしています。ボタンのクリック感とか、このジョイスティックの感じとかも結構ね、いいですね。PSP みたいな感じ。ちなみに高校生ぐらいの時に愛用していた PSP3000 が手元にあるんですけど、それとね、比べると結構大きいことがわかります。てか PSP ちっちゃ。PSP こんな小さいけどね、当時はすごい大画面だ、高画質だって思ってたんですが、2023年になるとこうなっていくわけですね。すごいなこれ。厚さはね結構あります、見た目の割に。だけどこれでカチカチできるって感じですね。ちょっと本体は後のお楽しみとして、これフィルムが最初からついてる。嬉しい。なんかクオリティどのぐらいなのか気になるんですけど、最初からねフィルムがあることで、購入し忘れても外に持ち出せますね。でここに説明書的なのがあって、よいしょ、説明書的なので、ここが多分 AC とか毎回そうなんですけど AC アダプターとかそういうケースかね。なるほど。 USB-C の充電用のケーブルと、あとなぜかストラップがついています。でこの辺ぶっちゃけなんかアンカーとか CIO のやつ使うからほぼね使わないんですけど、起動してしまっていた。起動ちょっと待ってくれ。充電の AC ですね。若要使用屏幕阅读器设置设备，请按 Windows 加めっちゃ Enter 打开めっちゃ讲述喋ってる。人。ちょっと待ってくれ。若要查看はい、そしてこれが充電の AC ですね。白嬉しいなというわけで、これはね 65W の充電アダプターです。中に入っているのはこんなところですね。はい、アクセサリー類は置いといて、こちらがね本体ですね。コンパクトでしかも結構軽い。これをねスライドするとキーボードが現れます。なんか喋った。やばい、なんか。まずはね、スペック紹介しておこうと思います。GPD Win 4に関しては、ストレージとメモリーで4機種あります。で、僕が購入したのが、その中でも一応最上位モデルの 2TB の SSD と、あとメモリーがね、32GB のモデルを購入しています。価格は18万9000円とかでしたかね、天空だと。他の代理店とかだと18万3000円で売ってたり、結構ね、代理店によってばらつきがあるんですが、今回は、ハイビームさんの方で購入しております。
でスペックをね一応まとめるとこんな感じですね。 CPU は Ryzen 7の 6800U っていうのを搭載していて、こういうねポータブルゲームの上位モデルだと最近ね主流になってるやつですね。8コア16スレッドで結構ね重たいゲームも快適にプレイできるっていう強いやつを搭載しています。で結構ねベンチマークテストを見ると、コア数とか測り方にもよるんですけど M2MacBook Air と同等ぐらいの感じがありますね。でかつメモリはね 16GB と 32GB 選べて、僕は 32GB にしています。で一応ね GPU というかグラフィックに関しては前のモデルの2倍のパフォーマンスがあるらしいので、結構ね重たいゲームもサクサク遊べるみたいですね。ディスプレイに関しては6インチの IPS 液晶を搭載してるみたいです。フル HD ではあるんですけど、サイズがね本当にスマホの画面ぐらいな感じなので、結構ね高精細に見えると思いますね。重さに関しては 600g ほどですね。ノート PC とかと比べると圧倒的に軽いんですけど、ゲーム機としてはそこそこ重い部類かなとは思います。両手で持つし、どのぐらいねこの辺重さが効いてくるかっていうのは後で見てみたいと思います。でウェブカメラとかは内蔵してないんですけど、マイクとかスピーカーは内蔵しています。じゃあ早速ね本体を見ていきたいと思います。本体は僕はねホワイトを選んだんですけど、結構ねパーツがところどころ黒いので、パンダみたいな感じになっちゃってますね。この辺ねなんかもともと白っぽいというかクリア系のイメージだったんですが、なんか製品化されたタイミングで黒になってます。でボタンを見ていくとゲームみたいにここに4つボタンがあって、ジョイスティックがね備わっています。ジョイスティック結構グイグイ動くな、これなかなか強い感じだと思うんですが、これとあとここにね光学式のマウスセンサーが備わってるんですよね。マウス操作したい時って他のやつだとこれのねジョイスティックでグイグイ動かしながらマウス操作するんですけど、これだとね光学式でこうさっ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 て、気持ちよく動かすことができるので、これは結構いい気がする。でこれを押し込むこともできるんで、クリック操作とかもここで完結しそうですね。でこれなんだろう、指紋センサーっぽいのが備わってます。ちょっと後で電源入れてから確かめていきます。で十字キーとこっちにもねジョイスティックがあって、でこうやって見るとセレクトボタンとスタートボタンもあります。で上側を見ていくと電源ボタンとボリュームボタン、あと USB-C、 多分ね LTE モジュールとかがここに刺さるんですが、それと USB-A でイヤホンジャックっていう感じですね。で LR とかのボタンもここに備わっています。まだ何に使うか分かってないんですけど、メニューボタンがあって、でここにねストラップホルダーがありますね。これ PSP みたいだな。衣装ガン無視的な感じですね。なんかストラップホルダーが備わってます。でちょっとねお待ちかねなんですけど、ここをグイッと結構気持ちがいい、こんな感じでスライドをするとここにねキーボードが現れますね。 US キー配列っていう感じで、ここもね黒なんですよ、ボタンが。ちょっと残念だな。でここはマットのブラックで、結構ねゴム素材で柔らかい感じかと思いきや、割とね硬い感じのプラスチック素材ですね。この辺は素材感は結構いいかも。で押し心地も割とポチポチする感じで悪くないです。ブラックベリーとかとね比べるとちょっと凹凸がないので押しづらさは感じるかもしれないんですが、最低限チャットをしたりとかそういうのはね問題なさそうですね。ディスプレイがついたんでディスプレイも見てみるんですけど、結構綺麗ですね。やっぱ IPS 液晶だからこうやってね横から見てもあんまり変色もしないし、割とねフル HD ではあるんですけどディスプレイが小さいので高精細な感じ。そして何よりディスプレイ鮮やかですね。やっぱり解像度よりも鮮やかさの方が意外と重要だったりします。で背面を見ていくと、背面はねここに大きな排気口みたいなのがあって、吸気口か、ここで、ファンがちょっと見えるんですけど、ここから吸い込んでこっちからね排出するっていう感じですね。結構重たいゲームとかをやるとやっぱりこういう排熱の構造がすごい大事になってくるので、この辺は割と大きめの面積が取られている気がします。ここもボタンになってますね。どういう風に使うか分かってないんですけど、マウスの左ボタンとか右ボタンみたいに割り当てができるのかもしれません。で背面の素材感めっちゃいいな。マットな質感で、ここはね滑りにくいような加工がされてるんですけど、このサラサラとした気光沢の白いプラスチック好きです。
GPD のロゴがレーザー加工されてます。ちょっと見づらいと思うんですけど、この光学式マウスでこうやってね、ぬるぬるカーソル操作ができます。この光学式マウス結構いいな。ぬるぬる動く感じがある。これで日本語を設定して、はい。で、ここにね、ジョイスティックとかボタンをマウスモードにするのか、ゲーミングモードにするのかが選べるようになっています。で、ここにマイクロ SD が入る感じですね。質感もすごいいい感じな気がする。はい、というわけでいろいろセットアップが完了して必要そうなアプリケーションいろいろ入れています。Chrome とか Google 日本語入力とか、あとね、オルトキー、これ英字配列なんですけど、オルトキーを押すと、英字とあとカナとね、切り替えられるツールを使っています。そういうのをね、ダウンロードしてますね。あと GPD シリーズで結構必須アイテムなんですけど、Joy2 キーっていうツールを使っています。これはね、こういうジョイスティック部分にいろいろね、キーをマッピングできて、こんな感じでジョイスティックでね、カーソルを動かしたり、ここを押しながら押すと2倍速にできたり、クリックにしたり、ここに右クリック割り当てたりとか、そういうのがね、いろいろしやすくなります。で、こっち側にはね、スクロールとか割り当てていて、こんな風にね、ここを押すとスクロールするように設定していますね。Yahoo のページも結構サクサク見えます。で、初期設定だとね、画面のサイズ感が 150% になってるんですけど、僕の場合はもう少しね、広く見たいので 125% に設定しています。てかめっちゃ液晶綺麗。ディスプレイのね、鮮やかさとか本当にいい感じなので、かなりやっぱビルドクオリティとか年々上がってる気がしますね。前に使ってた GPD WinMax2021 とかだと解像度がねちょっと低い感じがしたんですが、この6インチサイズでフル HD あればめちゃくちゃ快適ですね。しかもディスプレイもね 60Hz ですごいヌルヌルなので、割と普通にね PC 作業快適にできるかなと思います。カーソル移動はね、この光学式のポインティングデバイスでもできるんですけど、手のね位置的にやっぱりこのジョイスティックの方が動かしやすいかなってところですね。こうやってちょいちょい動かしながらカチカチとかやって、でここでスクロールするっていう、そういう使い方を今は想定しています。これからねあれこれと触っていきたいんですけど、まずはねちょっとドレスアップ系のアイテムをね購入したので、これにいろいろと装着していきたいと思います。はい、アクセサリー類をねいくつか購入しているので、こういうのもね装着していきたいと思います。ジョイスティックカバーとか液晶保護フィルムですね。あとはカメラストラップみたいなのとか、そしてこの段ボールがね、これはスキンシールですね。なんと韓国のポップスキンっていう、個人がねやっているスキンシールメーカーから購入したものです。実際にね DM を Twitter で送ってその場で購入させてもらったっていうもので、これをね貼り付けてこの GPD Win4 を真っ白にしていきたいと思います。やっぱスキンシールってめちゃくちゃ夢があって、前にね Nintendo Switch を真っ白にするっていう動画をアップして、その時はね D ブランドっていうメーカーが作ってくれてたんですけど、 D ブランド Steam Deck には対応してるんですけど GPD Win4 には対応してなくて、いろいろね探した結果韓国の人が自作してるっていうところで、その人にね作ってもらった感じです。うおー、おしゃれ。めちゃくちゃちゃんとしてるな。なんか個人ベースのやり取りだったんですけど、すごいねちゃんとしっかり作ってくれてます。はい、これですね。想像以上にちゃんとしたパッケージです。金額はね確かスキンシール代で30ドルで、あと送料でね25ドルかな、25ドル合計55ドルなので、だいたい7000円とかそのぐらいですかね、8000円ぐらいかな。ちょっと高めではあるんですけど、世の中に存在していない、かつほぼね完全オーダーメイドで色とかもね作ってくれているので、そのぐらいはね白いガジェット好きとしては妥協できないところです。早速開封。こんな感じで結構ね光沢感がある素材感ですね。すごいちゃんと名前がね書いてありますね。嬉しいなこの感じで。はい、ここの表面の周りだけちょっと貼ってみました。全体的にね白くなってきてるんですけど、筐体とこのねステッカーの色結構違う感じなので、全体的にこれも貼った方がいいかなっていう感じです。ちょっと貼ってみよう。
はい、途中で録画が止まっちゃったんですけど完璧にできました。どうすかね、めちゃくちゃ綺麗な感じで貼れてると思います。裏面もね本当になんか難しいんですけど、ここを合わせたりとか、あとねドライヤーでここを温めながら貼ることで結構綺麗なスキンシールの貼り具合になったんじゃないでしょうか。こんな感じ、すげえめちゃくちゃいい。そしてここをスライドすると、よいしょ、こんな感じで黒がちょっとダサかったっていうキーボード部分もしっかりとねスキンシールが貼れています。ただやっぱねちょっと気になるのが、ここが若干この画面のね内側と引っかかってちょっと外れそうなんですよね。このシールに関して予備がないので、これ外れたらどうしようっていう感じではあるんですけど、今のところね見た目はすごいいい感じです。でここのねジョイスティックに関してはほぼほぼ任天堂スイッチと同じぐらいのサイズ感なので、こういうねジョイコン用のスティックのやつを買いました。アナログカバーですね。なんかね4種類ぐらいついて1200円とかだったんですけど、とりあえずこんな感じで、よいしょ。はい、という感じでスキンシールも貼って保護フィルムとあとジョイスティックカバー装着しました。結構ねパンダっぽいような柄だった最初の見た目とは打って変わって、かなりねホワイト系のより PSP に近いような見た目になった気がします。これはこれでめっちゃいい。壁紙もねちょっとそれに合わせている感じです。でキーボード部分をスライドするとジャンとこんな風にね真っ白いキーボードが現れます。これはめちゃくちゃかっこいい。やっぱねカラー白って歌うならキーボードもね同系色にしてほしいですよね。ただちょっとね難点としてはやっぱりこのスライドする部分のね機構があるので、若干このキーだけねこのステッカーというかスキンシールが剥がれそうなんですよね。ここだけちょっとやっぱりスキンシールの難点かなと思います。この辺のね余ったスキンシールとかがあるんで、最悪自分で作れないこともないんですけど、予備がねもう一つ入ってると嬉しい感じですね。4G LTE モジュールもちょっと開封したいと思います。なんか硬い、めちゃくちゃ硬いんだけど。来ました。なんか電気シェーバーみたいですね。昔の電気シェーバーみたいな感じで、思ったよりなんか軽くて薄い。めっちゃ軽いよこれ。はい、とりあえずね LTE モジュールそのまま挿してみました。ここだけ黒いからちょっとね染め球とかで染めたいなっていうのはあるんですけど、一旦ねこれで使えることを確認しています。現状ねアハモの SIM を挿してみたんですけど、普通に使うことができます。ただ注意点としては、公式画像とね SIM の向きがちょっと逆なんですね。電子接点部分を本体に向けてこのままね結構奥までこうカチッと、よいしょ、カチッってなるぐらいまで差し込むと、ここにねちょっと見づらいかもしれないんですけど、ここにねアンテナが立つようになります。でここにねちゃんとどこも LTE って表示されてますね。で基本的にはね Windows でも APN 設定が必要で、携帯通信会社の設定から APN をね設定してあげると普通に使えるようになります。いや結構これいいな。今までね PC に SIM を挿して使うってことしてなかったんですけど、この使い方結構 GPD-Win4 いいかもしれませんね。例えば普通にねブラウジングするのはもちろんなんですが、例えばパーセックを使って自宅にあるデスクトップ PC と電車の中にいながらね、通信して作業をするとか、そういう使い方も結構しやすそうですね。ただデータ通信は発生してしまうので、例えばね POVO2.0 とかのデータ通信使い放題プランにね1日だけ加入するとか、そういう風に工夫して使うのであれば LTE モジュールは結構便利に使えるのかなと思います。というわけでここからねあれこれ触っていこうと思います。まずはねどのぐらいの性能が出るかっていうところがすごく気になるので、まずはねベンチマークとしておなじみのシネベンチ、シネマ 4D っていう 3DCG のツールを出している会社のベンチマークテストです。これ結構ね個人的に衝撃的だったんですけど、このぐらいの数値が出ます。左側が電源に接続せずにバッテリー駆動で動かした時で、右側が一応ね充電をしながら、最大のパフォーマンスを出した時っていう感じですね。これシングルコアに関してはそれなり
というか、結構ねこれでも高いなと思うんですけど、マルチコア性能がねなんと1万近くになってますね、充電しながらだと。シングルコア性能もね1500近くてかなり高いなっていう気はするんですけど、マルチコア性能がねめちゃくちゃ強いですね。やっぱり充電しながらの状態だと1万近くのねポイントが出せているので、僕がね前に使っていたクリエイター向けの PC とほぼほぼね同じぐらいのパフォーマンスが出てるんじゃないかなって感じがします。この筐体のサイズですからね、めちゃくちゃすごくないですか。これ進化がすごい。バランスのいいラップトップの代表といえばね、OS は違うんですけど、やっぱりね MacBook Air がすごい人気なんじゃないかなと思います。でこれはね M1MacBook M1 チップを搭載しているものなんですけど、このね単純なシネベンチのマルチコア性能でいうと M2MacBook Air よりもね高い、スコアが出ているんですね。これは衝撃じゃないですか。このサイズ感のデバイスでそれだけのねパワーが出せるっていうのはやっぱりねロマンがあるなっていう感じがします。ゲームのベンチマークに関してはいろいろなねメディアとか YouTuber がすでにやっていると思うので割愛するんですが、ちょっとねブレンダーに関してのベンチマークも測ってみました。ブレンダーに関しては測り方が2つあって、CPU とね GPU で測れるんですけど、 CPU が146、 GPU に関しては276っていうスコアが出ました。ここがねどのぐらいすごいのかってあんま分かんないんですけど、 M2 チップに関しては GPU でだいたい300ぐらい出ているので、それよりは若干劣るかなっていうところですね。とはいえこのサイズ感でそのパワー出してくれるの嬉しいです。ベンチマークに関しては参考程度っていうところですね。どっちかっていうと普段ねどういう風に快適に使えるのかっていう方にね僕は興味があるので、ちょっとねいろいろと試してみようと思います。まずはやっぱブラウザですね。ブラウザ、さっきね Yahoo のページも見たばっかりなんですけど、こんな感じでサクサクっと入力して、結構ねウェブの表示は、当たり前ですけどめちゃくちゃ早いですね。でこんな感じでスクロールもすごい滑らかで、ディスプレイのフレッシュレートも 60Hz なのでかなりねヌルヌルと動く印象があります。こんな感じで結構快適じゃないですか。 GPD に関しては、タッチ感度めっちゃいいわけじゃないんですけど、こんな感じでスマホっぽくも使うことができるので、ブラウジングするときはねこういうなんかスマホ的な感じでも使えるかもしれません。ただコピペしたりとかそういうのがしやすいっていうのがねこのキーボードついてるメリットだと思うので、基本はねこのスタイルでスクロールしながら使うかなっていうところですね。テキストワークに関しては僕はねノートとかちょっとしたメモ書きはだいたい Notion にまとめているので、 Notion でねテキストワークをする感じですね。この動画の構成とかもこれでまとめています。で GPD Win4 をねわざわざ買う人はおそらくこのキーボード部分にね魅力を感じてる人だと思うんですね。でキーボード部分の入力ってぶっちゃけどうなのっていうところで言うと、想像していたよりも結構ね打ちやすいです。冒頭でも話した通り、ここがね最初はゴム系かと思ってたんですよ。でゴム系だとポチポチね押す時のね感触が微妙だったり、こういうねスキンシール貼れない問題あったりすると思うんですけど、ここがねちゃんとしたプラスチックで固めなので結構ねサクサクと慣れれば入力できるかなと思います。入力に関してはこんな感じですね。飛ばすねっていう感じで、間違えてる。結構ね慣れが必要かなと思います。この辺ね今もうすでに1週間ぐらい使っている状態なんですけど、慣れるのがなかなか時間かかりそうですね。特にねキーボードの形状としてこうやってね親指を割と大きく動かさなきゃいけないプラス、結構親指のお腹で押すにはねキーのサイズがちっちゃいんですね。ブラックベリーとかってそれでもねここに凹凸があるからなんか指でねこう打ちやすかったんですけど、凹凸がない完全なフラットなね形状をしているので、この辺ねそこまで物理キーボードだからという打ちやすさはないかなと思います。で結構ねキーボード入力するときに、こういうものをここに置いて、これでねなんかこの指2本でこうポチポチ押すやり方だったら結構ねサクサクと入力できるので、このスタイルだったらそこまでね練習しなくても慣れるかなっていう気はしますね。この2本指で打つのが現状最適解かなと思うんですが、普通にねこうデスクの上に置いた状態だとどっちかっていうとこっち側にこう倒れるんですね。なので画面がすごい見づらいから、もしかしたらこういう感じのちっちゃめのねスタンドとかをこの辺に1個くっつけて、もうこうやってねちょっとこっち側に角度をつけた状態でこう打つのがベターかなと思います。どちらにしろねテキストワークをするためのデバイスではないので、これでポチポチとブログを書いたりとか、ツイッターをしたりとかはちょっとね難しい気がしますね。
ただまあスラックの返信とかパスコード入力 ID を入れるとか、そういうねちょっとした短い使い方だったら全然できる感じですね。まだね慣れるほどね使い込めてはないんですけど、これで作業するのであれば別途ね、折りたたみとか普通に打ちやすい Bluetooth キーボードと一緒に持ち歩くのが良さそうです。はい、ちょっとねクリエイターツールで僕がよく使うものはブレンダーっていうね 3DCG ソフトなんですけど、これもねゲームが動かせるスペックを搭載しているからかなりねぬるぬるとこういうモデリング画面も動かすことができます。GPD Win4 でがっつりモデリングするみたいなことはほとんどないと思うんですけど、例えばね出先でデータを確認したい時にマウスがね手元になくてもこうやってねカーソル移動をジョイスティックで行えたりとか、あとズームアウトとかズームインとかもこれでね気軽に操作できるので、その点は使いやすいかなと思います。かつねブレンダーって結構多種多様なショートカットキーを使うんですけど、ここにね物理キーが常に存在してくれてるおかげで、こうやってね何かをこう動かしたいなみたいな時とかにすぐに G キーを押してこう移動の操作をしたりとか、あとキャンセルしたいなっていう時にコマンド Z でこういう風に戻せたりとか、そういうショートカットキーをね気軽に入力しやすいのは便利ですね。でやらないと思うんですけど、レンダリングに関してはそれなりに遅いです。今ちょっとマテリアルのリンクエラーが発生してるんでピンクなんですけど、こんな感じでちょっとね M2MacBook Air と同じぐらいのレンダリング速度だと思います。レンダリングみたいに重たい作業をしたいときは自宅の PC とこのね、GPD Win4 に Parsec とかを入れておいて、リモートデスクトップで自宅の PC からねレンダリングをするとか、そういうねパワーの使い分けみたいなのはした方がいいかなと思います。あと僕がねよく使うクリエイティブ系のツールだと DaVinci Resolve っていうね、動画編集ツールがあるんですけど、それとかも割とサクサク動く気がします。こんな感じで各種ねショートカットキーをここに割り当てていて、昔ね動画で紹介したんですけど、2倍速キーとか再生停止とかカット編集とか、そういうのをね割り当てて、出先でもおそらくカット編集ぐらいならこんな感じでサクサクと行えるんじゃないかなって思ってます。まだね実際にカット編集とか試してるわけじゃないんですけど、昔ね Nintendo Switch のジョイコンとかで動画編集してたりもしたので、その時の感覚のままこれでね入力できるかなっていうところですね。DaVinci Resolve の場合だとクラウドでね編集っていうのができるらしいので、プロキシデータをアップしてプロキシをねここでカット編集して、でメインの PC でテロップを入れたり色の編集をしたりとか、そういう機種の使い分けができるんじゃないかなっていうのを期待してます。ただ実際に動画をねまだ編集はしてないので、どんな感じで使えるかっていうのはねここから検証していきたいところですね。で一応ねクリエイティブ系のツールについても紹介したんですけど、どっちかっていうとSteam とかのねゲームの使用感がちょっと気になります。というわけで早速ゲームもやっていきます。このね GPD Win4 ホグワーツレガシーをやってみたいがためにね購入したところもあるので、ちょっとねホグワーツレガシーを展開していこうと思います。割とね今ファンの音も結構鳴ってると思うんですけど、こんな感じで思ったよりねファンの音は小さいですね。でこんな風に普通に動くんですよ。すごくないですかこれすごくないですか。この美しいホグワーツの空間の中をぐるぐるとねこの本当に小さな手に収まる PSP のようなゲームで動かせるっていうのがちょっとね夢があります。こんな風に攻撃もすることができるし、結構ヌルヌルなんですよね。 60Hz だからか。ホグワーツレガシー今のところ2時間ぐらい多分遊んでるんですけど、重さでねなんかこうカクついたりとか、あと強制終了するっていうところは現状ないですね。普通に本当にゲーム機のようにヌルヌルと遊ぶことができています。これはちょっと感動。グラフィックの設定とかはね全部最低ではあるんですけど、普通にね6インチのフル HD だし、この解像感とこのねリアル感でできるのであれば全然もう問題ないですよね。で一応ね今電源には接続してない状態でバッテリー駆動なんですけど、バッテリー駆動でもねだいたい1時間半から2時間ぐらいはこれで遊べるんじゃないかなと思います。PC ゲームってめっちゃ重いのにそれぐらい遊べたら最高ですよね。やっぱねこの CPU がすごいんだろうな。
平成一桁世代のね青春を詰め込んだモンスターハンターもこんな感じでぬるぬると動きます。いや15年の時を経ってねまさか同じようなことしてると思わなかったんですけど、グラフィックのね進化が全然違いますね。めちゃくちゃ進化してて本当に感動する。これ久々にねゲームやったんですけどこんな今綺麗なんですね。めっちゃディスプレイ綺麗で、ファンの音はねもちろんそれなりになるんですけど、こんな風にね快適に遊ぶことができます。水のこのエフェクトみたいなのもめっちゃ綺麗に出ますね。ただ相性はそこまでね良くないのか、若干ねこうやってカメラを頻繁に動かしたりすると若干こう縞模様的な線が入ったりもしますね。このなんか画面がゆるゆると動いてる、フレームが落ちてるみたいなそういう感じなんですかね。これは設定とかで変えられるのか、僕は全然ゲーム初心者なんで分かんないんですけど、そういう現象が今のところ起きています。ただ通常プレイにはほとんど問題はないかなと思います。はい、という感じでいろいろとね紹介しているんですけど、現時点でね GPD Win4 が届いてから1週間ぐらい経っています。で毎日ね一応これを使ってゲームをしたりとか、ちょっとねクリエイティブ系の作業にトライしてみたり、普通にねブラウジングをしたりっていうのをしてるので、一応どんな感じで使えるの、性能はみたいなところを簡単に紹介しようと思います。GPD Win4 ね見た目はめちゃくちゃコンパクトで、それこそね 600g で本当にゲーム機みたいな感じで持ち歩ける端末なんですけど、やっぱりねベンチマークでも出ている通りこのサイズ感でこの 600g っていう軽さからは想像できないほどパワフルですね。さっきもねちょっとホグワーツレガシーを動かしているところとかお見せしたと思うんですが、あのぐらいの重たいゲームがこんなにねサクサクとヌルヌルと動くっていうのは結構驚きです。基本的にね普段作業するときはデスクに向かってで自作 PC 上でねこう作業するってことがほとんどなんですけど、ゲームに関してはリビングでね寝っ転がりながらやったり、ちょっとねソファーに座ってやったりとかリラックスしながらプレイしたいんですよね。そういう感じでリラックスしながら気軽にね重めのタイトルも遊べるっていうのはやっぱりめっちゃ強いです。その辺で言うとバッテリー持ちとか、熱ってどうなのってところなんですけど、バッテリー持ちに関してはさっきも紹介した通りだいたい1時間半から2時間ぐらいはこれ単体で持つかなっていう気がします。ただ給電に関しても 65W のね AC アダプターとかモバイルバッテリーがね手元にあれば普通に使えるので、そういった手軽さも、大きめのねゲーミングラップトップと比べると使いやすいところですね。で結構ねこういう形でパワフルだから排熱とか、あと熱でこもって手持つと熱いんじゃないかとかそういうのがねあったんですけど、意外とそこまでめちゃくちゃ熱くなる感じはしませんでした。分解するとこの辺にねプロセッサーがあるんですけど、ここにね結構大きめのファンを搭載してるんですよ。このぐらいのサイズので、ここで空気を吸い込んでこっちからね排出する感じなので、そこまで筐体自体が熱くなるっていうことはなさそうです。ただ若干ねこの側面の部分がほんのりね人肌ぐらいに暖かくなる感じがあるので、長時間ねこうやって持ってプレイしてるとちょっとね手をこうして冷やしたりとかしながらねプレイする感じになるかなと思います。特にね重めのタイトルを夏とかね暖かい季節にやるとちょっと気になるかもですね。ただ一応ねここを覆うシリコンカバーみたいなのも売られているので、もしね熱が気になるとかだとそういうのを買ってみるのも良さそうかなと思います。ジョイスティックの操作性に関してもなんか感覚としてはスイッチのプロコンにめちゃくちゃ近い気がしますね。あれをこうやって指で操作してる感覚があります。で結構ねこう押した時の戻しが強いので、格ゲーとかをこれでやりたい人とかだったらこっちにね強く弾くと若干この内側にねこう反応が一瞬いってしまう感じがあるので、そこだけ注意ですね。普通にアクションゲームとか RPG とかやる分には問題ないかなと思うんですが、格闘ゲームとかそういうのだとこの弾き入力の時にね戻ってこっち側が入力されちゃうのは気になるかもしれません。そんなところですね。キーボードの操作性に関してもさっきねノーションのところで紹介した通りだし、持ち運びやすさとか排熱とかその辺に関しては一通り紹介できたんじゃないかなと思います。
こういうタイプの PC なんでディスプレイに関してはゲームをやる分にはね全く問題ないんですが、ちょっとした作業をやる用途だとやっぱり若干小さい気はしますよね。ディスプレイサイズがねちょっと小さすぎるっていう用途だと別途ねモバイルモニターを用意したりとか、あと最近動画でも紹介したんですが、この組み合わせが多分最高です。詳しくはね前にも紹介したんで割愛するんですけど、このね AR グラスのエンリアルエアーみたいなのをかけると目の前にね結構大きめの27インチぐらいのディスプレイで作業してる感覚になるので、解像度はねフル HD なんですけど有機 EL で大きめの画面でねゲームをしたりとか、そういう作業をしたりっていうのができるので、こういう使い方もすごいいいのかなと思います。この組み合わせ本当に最適すぎる。これもね 600g だし、こっちもね 79g しかないんで、実質ね 600g で、マウスとキーボードとそういうディスプレイ、大きめのディスプレイがセットのこのね作業環境ができるっていうところですね。これに関してもちょっと後で詳しくまとめたいなっていう気はします。GPD Win4 についてねいろいろと話してみたんですけど、今回のね感想としてはこんなところですね。どういう人におすすめかっていうと、やっぱりね寝っ転がりながら気軽にゲームがしたい人向けって感じですかね。ゲーミング PC とかだとやっぱり排熱とかが気になってベッドでゴロゴロしながらプレイするのってちょっと難しいんですよ。そういう用途でもねこれだったら排熱面でも結構クリアすると思います。であと結構おすすめしたい人だと Mac ユーザーですね。 MacBook を普段ね作業用とか趣味用で使ってるんだけど、Windows ゲームとか Steam のゲームってなかなか遊べないじゃないですか。そういう人でもね GPD Win4 だったらこのサイズ感でね家に置いておけるし持ち運びもできるので、この2台のね組み合わせっていう使い方もかなり良さそうな気がします。全てをね GPD Win4 で完結しようとするんじゃなくて、こういうねデバイスたちと組み合わせて使えるっていうところもやっぱりメリットですよね。ただやっぱりねデメリットとしてはちょっと高いっていうところがあるので、その価格さえクリアすれば最高の端末だと思います。はい、というわけで今回の動画ちょっと長くなっちゃったんですけど、これで終わりにしようと思います。トバログではね他にもカバンの中身の動画とか、あとルームツアーもやっているので他の動画ぜひチェックしていってください。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。